はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。はい、やすです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、この人気企画、第4回、初心者これやってない、この絵の変なとこどこをやりたいと思います。もう第4回も言ってやってんの、これ。しかもタイトルは別かもしれない。あ、そうだ、毎回変わってんの。過去動画のタイトル覚えてない。まあ、過去から学ぼうだったかな。とにかく私が初心者の頃のイラストを出します。で、このなんか初心者がついついやりがちなミスをしているイラストを出しますので、S 君はどこが変か一緒に考えてください。これがまた難しいんだよね。で、私がここをこうした方がいいよっていうのを直していきますので、ぜひ皆さん自分のイラストの参考にもしてみてください。それでは早速やっていきましょう。1枚目のやらかしイラストはこちらです。これはね、私が中学校2、3年生の時に描いたイラストで、実はまだ制作途中で、色塗ってないで、もう飽きて途中でやめてるイラストなんですけども。なんかちょっとルロ系にハマってた時みたいな。そう、まあ、そうね。実はこれと同じミスを他にもしてるのがあるので、ちょっと他のを見てもらっていいですか？あるんだ。そうなんだ。1枚だけじゃない。この時期全部同じミスしてんのね。こんな感じでね、この当時描いてたイラストなんですけども、全部。でも確かに似てるね、似てるね。これ初心者がめちゃくちゃやりがちなやらかしを犯してるんですよ。さあ、F 君どこでしょう？なるほどな。でもね、これはね、すぐ多分俺見て分かった。分かった？まずこれを見ても分かった。分かった？これはね、俺と一緒。撫で方全員が。まあ考え方の着目点としてはほんとそこなんだけども、残念ながらちょっと違います。ちょっと待ってくれよ。100% あって全員俺と一緒の方してんじゃん、これ。なんで撫で方になっちゃってるかっていうところなんだけども、じゃあまあ、ポイントはやっぱおかしなところは肩なのね。でも、わかりやすいのがこれなので、これをちょっと直していきたいと一番これ見て分かった。思います。今回の一番の原因のポイントは、鎖骨と肩の関係を理解していないです。これ？わかる。鎖骨知ってるS君ちゃんと。そう。要は、撫で方はいいのよ。撫で方の人っているから、世の中に。俺でしょ。俺撫で方だ撫で方だから。だから分かったんだよ。撫で方になることはいいんだけど、これ鎖骨じゃん、これ。この絵のね。でも、これさ、多分だけど、こういうものが首の元に来るっていうのは私なんとなく分かってた。よくイラストで描くもんね、これ。ただ分かってたから描いただけなの、ここに。なんでここにこれが来るかが分からず描いてる。これが初心者あるある。とりあえず鎖骨があるからつけとこみたいな。みんなつけてるしみたいな。つけたってことか。つけたけど、なんでこれがここにあるか分かってないで描いてしまってるから、肩が撫で方ですごく変なことになってしまっているという。そうなんだ。その関係性が重要なんだ。そうなの。なるほど。ここにちょっと横に書くけども、この鎖骨あるね、ここにこうやって線が出るね。この延長線上に肩の付け根が来るんだ。なるほど。これが理解してないと、ここにこう肩の付け根が来るのね。ここだからここに肩の付け根が来ることになっちゃうね。さすがにおかしいじゃない、これね。これだと明らかに撫で方やな。そうでしょ？本来だとやっぱ、もしここの肩の位置で固定するならね、明らかに肩幅狭いけど、ここにこう来るものなの、本来。でも確かにこっちがしっくりくるわ。でもまあ明らかにちょっとこれ肩が狭いから、ちょっと首長くなっちゃうもんね。全体をイメージしてちょっと修正していきたいと思います。ここに鎖骨があるね。ここに鎖骨が始まるじゃない？ビーって伸ばしてくるじゃん。もうビーって。で、こう降りてきてのこうなるね。ここにこういう風に。だいぶ上がったね、やっぱりそう見ると。まあこんな感じで。で、上半身があって、ここに肩のね、この付け根があって、みたいな感じでこの体を取っていきます。直してみました、こんな感じで。全然違うね、やっぱり。元がどうだったかっていうと、なんか体もさ、ちょっとなんか厚みが出たね。厚み出たよね。出たね。厚くなったっていうか、そうだね。よりなんか人間味がある。という感じで、じゃあ一つ目は鎖骨と肩の関係をいまいち理解してないということでした。鎖骨と体だけでやっぱこんだけ変わるんだね。では次に行きたいと思います。次はさらにちょっとこれの延長線にある話になってきます。はい。
次はこちらのイラストです。はい。これはだいぶ時が過ぎまして、高校3年生ぐらいの時に描いたイラストうです。まいやん。普通にうまい。もうね、さっきのついにその肩の部分クリアしました。肩ちゃんとある、さっきよりも全然。確かに、鎖骨とちゃんと肩の位置が合ってる気がする。だけど何かが変なんです。さあ、S 君。そうだよこれは何をやらかしてしまっているでしょう。こんなもん超うまいやん。この絵は、俺から見たら、僕も間違ってない。うますぎるから、強いて言うなら、やっぱりこの子のズボンがちょっと腰パンすぎる。あー、なるほど、なるほど。やっぱもっと上で履いてほしいね。やっぱこの辺で履いてほしい。はい。答えは、まあその S 君の回答。これは違います。それは時代です。もうこの時代、腰パンしか流行ってなかった。もう男子はオール腰パン。ちょっと腰パンしすぎないこれ。いや、我々やっぱ腰パンの時代に生きた人間だから。確かに確かに。今の子たちにとっては確かにそう、これ腰パンすぎるね。腰パンすぎるよね。ただ我々は腰パンしかいなかった、この時代はね。だからこれは時代。世代なんだ。これは時代として許可しましょう。いや、もうないよ。うますぎる。正解言ったじゃん。さっきの延長線って言ったじゃん、今回の問題。肩そうです。今回はですね、首の太さと肩の幅がいまいち合ってないです。いや、わかんないよ。うまいうまいもん。っていうのも、このイラストは首の太さに対して肩幅が狭すぎるんだよね。また言われたら確かに首ちょっと太いかなと一瞬思った。これはでも、ただ正直絵柄もあるし、絶対にこれがいいっていう正解はないんだけども、やっぱバランスパッと見た時の。絵のね。で、やっぱり肩幅が細いイラストにするには、首を細めた方がいい。ああ、なるほどね。で、逆に肩幅広めのキャラは首を太めた方がいい。ああ、じゃあ結構マッチョなさ、がっちりしたやつは首太めだけど、ってことでしょ。そういうことだよ。で、これって、この子はさ、顔の幅に対してさ、こう首がビーッと出てる結構、この、ほぼさ、顔幅で。だとすると首に対して肩幅は多分ね、もうちょっと出ないとおかしいんだよね。ああ、なるほどね。で、これさ、何対何ですかって聞かれたりとかするんだけど、私あんまりそれ意識しない方がいいと思って、要はね、なんか漫画のキャラって、正直その骨格から結構思いっきり変えてって書き分けたりするから、そこきっちり決めちゃうと、なんかあんまり柔軟性が絵になくなっちゃう気がして、だからなんか自分の中でのバランスをうまく取る方が大事だと思うんだけども、私だったらこのイラストは明らかに首が太くて肩が細すぎるので、ちょっと修正していきたいと思います。はい、という感じで直してみました。これが元のイラストで、こっちが直したイラストなんだけども、違うわ。微調整なんだ。本当に微調整。気持ち首を細くして、実は肩幅は言うほど変わってない。あ、そうなの？これ見ると肩幅がすごい広くなった気するじゃない？あ、そう、こっちの方がね。でもね、元の絵を、こっちにちょっと出してみると、まあちょっとは違うよ。ちょっとは違うけど、ほら、そんな言うほど変わってない。本当だ。本当に微調整。首がちょっと細くなってるね。で、肩がちょっとだけ太くなってる。本当この、たったちょっとこれだけの微調整なんだけども、まあこんだけイメージ変わる。肩がなんか広くほんと見える、こっちの方。だからまあこっちの方が男性らしい骨格になってるね。そういうことなんだ。首変えるだけでこんな変わんのこれ。で、さっき言ったように、首細い方が肩幅細くっていうのは言ったけど、女性の場合はより首細く肩幅細く、男性の場合はより首太く肩幅太くっていうのを意識すると、より男性らしい女性らしい骨格になると思いますので、ぜひやってみてください。これはマジ覚えておいて損はないわ。本当に微調整なんだよねって。でもこれ覚えとくだけで全然違うと思う。そうだね。あと S 君に腰パンすぎるっていうのは微妙に上げてます。いや別に、それは時代だからもういいです。わかんなかったんだもん、本当にもう。さあ、じゃあラストの、初心者のやらかしを見てみましょう。最後の、初心者やらかしイラストです。さあ、これはまた中学生ぐらいの時描いた時のイラスト。なんか、ハイビスカス多くない今回。ハイビスカスじゃないよ。これは別の花。まあでも私花とか好きなんだよ、昔から。あ、まあ観葉植物好きだもんね。やっぱ男の人に花をつけるっていうのが性癖だってことで私も一個だから気づいて。まあそれは全然いいとして、さあ、今回のまあやらかしは一体どこか S 君考えてみてください。横顔がちょっとうまく描けてないんじゃないかと思って、多分鼻とかがもっとこう出て、顎がもうちょっとこう下がるっていうかなくなるっていうか分かる？だからこれちょっと直線すぎるんじゃないかと思って。惜しい！マジ？今回結構いい線だと思ったんだけど。残念です。違います。全部外れたよ。まあ、強いて言うと顎はもういいね。なくしちゃうとより変になっちゃうと思う。なので、でも鼻がもうちょっと高くした方がいいのは間違ってない。このイラストで確かにそれはそう。だってもうこれ
イラスト見たときに、絶対横顔の何かなんだろうなと分かったよ。あ、そうなんね。うんじゃあ正解いきたいと思います。これはですね、横顔を描いたときに、目の位置を間違えるです。あ目の高さかな、正確に言うと。鼻と一緒なのか、今これ。そうなんだよねほ。そうなの。S 君が言った通りよくわかってる。そういうことです。これってちょっと薄くして書いてみると、ここに今鼻の頂点があるね。ここに。で、ここに目の閉じた線があるね。これ真正面から見たときどうなるかっていうと、笑った顔と鼻のてっぺんがこういうことになるんね。うわー、そこだったか。正直鼻はやっぱ見てみて、私の顔見てもらったけど、目よりも下にある鼻はね。でもこれって漫画のイラストはさ、絶対的なルールなくて、ここがギュッてしてるから日本の漫画のイラストって可愛いんだよね。特に女の子キャラなんか。だからリアルな人ほど話す必要はないの。だけどこれはちょっとこの目の位置と鼻の高さの位置が合ってない。いや、要は多分これはね、目の位置がおかしいんじゃなくて、やっぱりエスケとね、鼻の高さの位置がおかしいの。あ、やっぱそうなんだ。だからこれをちょっと修正していきたいと思います。はい、ということで、こんな感じで修正してみました。まあでも確かに言われたら結構変わるっちゃ変わるな。まあちょっとこの当時の絵柄とちょっと変わっちゃったんだけど、やっぱこの当時結構髪の毛とかももっさりして頭でっかちだったんだよね。今だいぶ私すっきりさせちゃったけど、まあでも基本はそんな大きくは当たりとか変えてないです。やっぱりだから鼻の位置をちょっと下にしてあげるだけで、こうなんかスッとする。なんかでも確かにシュッとしたね、こっちの方がね。まあ要は鼻の位置を下にするっていうよりも、鼻の頭と目の関係をちょっと直したっていう感じですね。まあそんな感じでやると、ぜひ横顔がいつもよりうまく描けるようになると思いますので、ぜひ鼻の高さと目の位置をイメージしてみてください。ということで今回は初心者これやってないという過去の失敗から学ぼう企画でした。俺も知識だけは無駄にやっぱ成長してるわ。いや、間違ってたけどね。今回も全部。いやでも結構着眼点は良かったじゃん。やっぱり一番初めと2回目は特にね。そうだね。ということで、ぜひぜひ皆さんも一緒に考えて自分のイラストをよく見直してみてください。皆さんは知識だけじゃなくね、自分のその書くね、技術も身につけてほしいよね。そう。俺は知識だけ身につける。いや、エスクも技術も身につけてください。ということでよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎と。バイバイ。